よし、暑い。今日も暑いですね。今日は、明るすぎる？大丈夫かな？心拍じゃないや、五葉松曲げる第2弾、針金掛け、やりたいと思います。この五葉松は、購入した時は6年ぐらい経ってるって言われて、それから少しまた経ってるので、7年か8年ぐらい未生して経っている木だと思います。購入した時は、もう、どうぞ曲げてくださいっていう感じで、針金でも曲げてあったんですね、ある程度。そこから、あとは、お好きにどうぞっていう感じだと思うんですけれども、多分この辺の立ち上がりの曲は自然の天然のものだと思うんです。それを残して上のところを少しあの模様をつけて文人風に作りたいなと思ってまして、目指してる樹形がですね、ありました。画像検索したらありまして、こう来て、ちょっとすいません。こういう立ち上がりで、これがちょっとね、シャリっぽくなってて、それでね、ここに頭があるんですよ。頭が。枝が下がって、なんか頭があって、なんかね、この間に落ち枝がズイーンってね、落ちてて、落ち枝が。はい。で、後ろ枝がちょこちょこっとあるっていう。はい。ね、こういう樹形目指したいんです。うん。はい。それで、これがちょっとね、見方によっては似ていて、逆やね。逆やけど、ちょっと似てて、持ち枝にできる枝もあるし、頭も作ったら、似てるんじゃないと思ってこんな形にしようと思ってます。ね、この木もね、細いって言ってももう結構立ってますから、これで、このさっきみたいな姿にまとめて、また持ち込めば、すごいいい木になるんじゃねと思って、はい。ならんか。ならんかな。もうなると思うんです。はい。前回みたいな畳み込みをすると、自然の樹形じゃないとかね、思われる方も少なくないと思うんですけれども、それはそれでということで、今回はこの木で、元の樹形を生かした優しい文人木作りしてみたいと思います。今日は必要な分しか戻してない。巻きます。それで、ラフィアの巻き方、前回私が間違ってたのを気づいた方もおられますかね？ラフィアを巻く方向が逆じゃないかってね、コメントで教えていただいたんですけど、確かにそうでした。針金を巻く方向と同じようにラフィアも巻かないと、曲げるときに、緩んでしまうから、巻きつける向きは統一した方がいいですね。うん、思います。ちょ、えいっと、よいしょ。で、このラフィアの巻き方向と合わせて、巻き方向に合わせて、針金を巻きつけていきます。うん、ここで。ちょっと針金足りなかったんで途中から足したんですけど、本当は良くないんですが、小枝の方もまたかけて、形作っていきましょうか。ね。で、落ち枝にしたいと思ってるんです。で、これとこれは、多分いらなくなると思うんですけど、予備枝としてもう残しておいて、この枝とこっちの芯だけで作りたいと思ってます。これを落ち枝にしたいので、ぐっと下げて、頭の部分を少し、畳んで奥行き出して、樹幹を作りたいと思います。本当はここまでラフィア持ってきたかったんですけど。うん、ちょっとやっぱりこれはいらんくなるから、落として、試しに挿し木でもしてみよう。うん。この枝どうしようかな。切ってもいいんですけど、なんかもったいなくて、迷ってるけど、そうね。
そうだね。もう切っちゃおうかな。ちょっと切ってこれも夏刺ししてみよう。はい、こっち表で今考えてるんですけど、ここはほとんど曲げていなくて、おお、ちょっと待って。ここはほとんど曲げてなくて、ちょっと問題はこの部分ですね。後ろにちょっと下がりすぎてるので、手前に少し振りたいなと思ってます。それに落ち枝にしたい枝がなんかただ下がってる枝っぽくなっちゃってるので、もっとここグインと下げるように、はい、したいなって思うんですよね。シミを見ながらですが、少しずつ手前に持ってきて、逆にちょっと伸ばすような感じで手前に持ってきたいです。でもここもあんまり無理したくないので、無理そうだったらまた後で徐々にやっていきたいですけど、少し伸びました。もう少し行きたいな。ちょっと変わった。この第1の枝が出てるところが幹に隠れて全然出てこなかったんですけど、それがちょっとね見えるようになりました。落ち枝はだいたい1の枝をグインと下げることが多いようなんですけど、この木の1の枝といえばこれで、もちろん下げますが、やっぱり生育が下げると、落ちてしまうので、最終的にはこうまっすぐグインとこの正面から見た時にグーッと下げたいんですけど、今の段階ではあんまり下げないで目起こしもしっかりして、この状態でちょっと様子見たいと思います。あとはどうなんかな、下げるとここがね空間が変になっちゃうから、もう少し前に倒したいですね。ということはここかな、この部分をグッともう少し下げればここが開くから落ち枝が効きそうですね。はい、そんな気がしてきた。だからここをもう少し、この部分は下げる、曲げると、頭は今のうちに強くなりますし、ちょっと多少畳んでおいて、ちょっと風強いな多少畳んでおいて、しっかりとで目起こしはしっかりというか、ちょっと目がね、下から針金を巻き上げて目が下に向かないようにしておきます。この辺の頭はまたおいおいということで、ちょっと気分だけ、なんとなく雰囲気だけ、はい、今日の段階ではとりあえずここまでにしようかなと思います。これはこの間で作ってもいいかもしれんけど、将来的にはもう落ち枝をぐっと下げて作りたいという、考えでここに余白を作っておいたと。でちょっと樹幹をふわっとつけておきました。ここがちょっと痩せてたから、もう少しね太らせたいというのもありますが、この木はこの姿で、じっくり作っていきたいところです。はい、今日の作業はこれでおしまいです。